皆さんこんにちは、きつねです。今日は、5G の端末3つですね。こちらスピードの比較っていうのをしていきたいと思います。スマートフォン2つと 5G のルーターが1つということで、 5G に対応した端末スピードテストどれぐらいの結果が出るかっていうところを比較して見ていきたいというふうに思います。テストする端末についてはこの3つになります。まず、ソフトバンクから専売で出ているシャオミの Redmi Note 9T、 次にソニーから発売されている Xperia Pro、 それからドコモで取り扱っている Wi-Fi ステーション SH52A、 この3つですね。この3つで比較をしていきます。テストの方法としては、ドコモの 5G の対応している SIM を使いまして、建物の中ですね、ちょっと部屋の奥まったところと窓際と複数回スピードテストを行っています。まずは Xiaomi の Redmi Note 9T のスピードテストの結果を見ていきます。次にソニーの Xperia Pro のスピードテストの結果を見ていきます。次はこちらのスマートフォン2台ですね。Redmi Note 9T、 それから Xperia Pro、 こちらを2台同時にスピードテストを同じ場所でした時にどんな結果が出るかっていうところを見ていきます。まず屋内の建物内のちょっと奥まった部屋でスピードテストをした結果を見ていきます。次に屋内の窓際でスピードテストをした結果を見ていきます。Wi-Fi ステーション SH52A については LAN ケーブルでパソコンと PC とつないだ時のスピードテストの結果を見ていきます。それからテザリングをしてスマートフォンとつないだ時、スマートフォンの方でどれぐらいのスピードが出ているかというところも見ていきます。はい、ということで結果ですけれども、Redmi Note 9T に関しましては部屋の奥まったところですと回線が切れてしまうということがありました。ただそれを除くとスピードテストの結果としては平均 373Mbps を出すことができました。
場所を移動すると窓際ではつながりに安定感が出ていたんですけれども、スピードは落ちてしまって 250Mbps ぐらいになっておりました。ただこちらドコモの SIM で、テストしているので、ソフトバンクの SIM を使った時どうなるかっていうところはわからないですよね。 SIM の問題なのか本体の問題なのかっていうのはわからないんですが、今回のテストの結果としては以上のようになりました。Xperia Pro に関しましては、部屋の奥まったところでも窓際でも安定してつながるなという結果でした。部屋の中では 400Mbps 近く出ていたんですけれども、窓際移動すると 250Mbps という風になっておりました。Wi-Fi ステーション SH52A に関しては、パソコンとステーション SH52A を LAN ケーブルでつないだ場合ですね、こちらでは約 450Mbps ということで、かなりスピードとしては出ていました。ただ別日にちょっとテストした時には約 290Mbps だったので、安定感っていうのにはちょっとばらつきがあるのかなというふうに思います。有線でつないだ場合はかなり速さ出るんですけれども、スマートフォンとテザリングするとスマホでそのポテンシャルを活かしきれないということも分かりました。スマートフォンでテザリングした場合、スマホでスピードテストすると約 50Mbps ということだったので、もう全然 LAN ケーブルでパソコンとつないだ時の速さに及ばないんですよね。ちゃんとポテンシャルを活かして Wi-Fi ステーション SH52A 使いたいというのであれば、パソコンと LAN ケーブルでつなぐというのが一番スピード出る結果になっておりました。ということで結論ですね、 5G の利用、もしスマホでしたいなというふうに考えているのであれば、 5G に対応したスマートフォン本体を手に入れる必要があります。 Wi-Fi ルーターで 5G を掴んでスマホとテザリングして利用しようというのもできることはできるんですけれども、 5G の速さっていうのが全然活かしきれない。なのでスマートフォン本体で 5G 利用したい場合は 5G 対応している端末で利用するのが一番早く使える方法となります。端末によって 5G つかむ安定感っていうのも違ってくるので、どの端末を選ぶのかというのも重要になってくるのかなというふうに思いました。また場所によって 5G 掴んだ時のスピードっていうのが変わってきていましたね。本当に数メートル移動しただけで速さが 200Mbps 近く異なってしまっていたので、そういった部分も特徴としてはあるのかなという印象でした。速さだけで見ると、LAN ケーブルでパソコンと接続した時の Wi-Fi ステーション SH52A が圧倒的に 450Mbps という風になっていたので、スマートフォンで 5G を利用すると考えた時にはスマートフォン本体で 5G を掴んで利用するというのが良いです。端末によって安定感が違いましたが、今回のテストの結果では安定感としては Xperia Pro の方に軍配が上がったかなというところでした。はい、ということで今日は、こちらの3つの端末ですね。Xiaomi の Redmi Note 9T、それからソニーの Xperia Pro、ドコモの SH52A、こちらの3つの端末でスピードの比較をしていきました。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。コメントもぜひお待ちしております。ではまた次の動画でお会いできると嬉しいです。またねー。